の視察。いやはや、アーサー殿下のお言葉のなんとご立派なことか。クロビン、記録したか？はい、もちろん。魔法者の視察に関係のない言葉など記録するな。申し訳ありません。次はどこだ？田舎の魔法使いか。ここが室内修行場ですかな。おっと、中の話し声が聞こえて。どうせのんきに無駄話でもしているんだろヴィンセント様はなぜ何度も視察にいらっしゃるんでしょうか。いい質問だね、ルチル。何が不思議なのか言ってごらん。ヴィンセント様は魔法使いに冷たかったでしょ。魔法者を廃墟にしたければもうとっくにしていると思うんです。でも3回もチャンスをくれた。実はいい人なんじゃないか。そうかな。だったら素敵ですね。パレードの日は嫌なことがあって不機嫌だったのかもしれません。嫌なことって？取っておいたお菓子にカビが生えてしまっただとか。だとしたら可愛らしいな。今日もお菓子を用意しておけばよかった。正解は5カ国和平会議のせいだよ。オズやミスラのいる魔法者は一国の軍隊に匹敵する武力を有してる。そのため魔法者を管理してる中央の国の人たちのことが隣国は怖くて仕方がないんだ。だから中央の国は隣国に散々念を押されたんだ。魔法者の管理をそちらに任せておいていいのか、何かあったら責任が取れるのか。取れるわけがない。オズは世界を滅ぼす力を持っている。ミスラだって一瞬で城を壊せる。だからといって責任取りたくありませんと放り出すわけにもいかない。どうしてですか？なら魔法者はうちで管理しましょうと西の国が言ったら大変だからね。魔法者という驚異的な戦力が敵国の手に渡ってしまう。悩ましいところだ。じゃあどうすればいいですか？お茶を濁し続けるしかない。責任を取るような、管理してるような、いざという時回避できそうな。まあではヴィンセント様は板挟みの苦しい立場なんですね。冷たいなんて言ってしまいましたけど、私たちのために大変な思いをしていらっしゃったなんて。そうですね。何度もご訪問させてしまって申し訳なかったですね。確かに笑って悪かったな。今日は優しく歓迎しよう。やあ、こんにちは、賢者様。ようこそお越しくださいました、ヴィンセント殿下。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。茶菓子もなくて申し訳ありませんが、これ
雲の町の茶葉のお裾分けです。よかったら皆さんで。ドラモンド、受け取っておけ。は気にせず普段通り訓練を行え。じゃあこの前の続きから始めよう。ルチル、覚えている？はい。治癒魔法の誤解されやすい点についてです。一般的な治癒魔法は自己治癒能力の補助が主であって、複雑な治療は難しいこと。複雑な治療を行うためには病気や人体に対する詳しい知識が必要になること。その通り。ここにいるミスラで例えよう。ミスラは大怪我をしている。前回の授業の時、ミスラを患者に例えたせいでうまく伝わらなかったんだったな。すみません。ミスラさん、風邪をこじらせて死にかけたりしないような気がして。じゃあファウストにしよう。ファウストは前回の戦いで死にかけていたと言っていたから。フィガロ先生、どうしても患者役が必要なら俺が身代わりになります。身代わりなんてどうして？あ、そうか。ファウストさんはレノさんの昔のご主人様なんでしたね。確かに忍びないか。かといって君の目の前で架空の君を大量出血させるのもな。元気な知り合いの大怪我してるところは見たくないかもしれませんね。でもオズやミスラじゃピンとこなかっただろ。亡くなった南の魔法使いは？フィガロ先生？もちろん悪趣味だよね。大丈夫、分かってるよ。どうしようかな。俺でもいいけどシュールだよね。いつもこんな調子なのか。申し訳ありません、ファウスト様。胸が痛みますが、ファウストさんが助かったことはみんな知っていますしね。それにせっかく賢者様もいらっしゃることですから、当時のお話をお伺いしたいです。賢者様がいなかったら助からなかったとヒースクリフは言っていましたよ。その説は大変な失礼どころか大事な賢者の魔法使いを一人失うところだったのですな。
いやはや、これも賢者様のおかげです。賢者様がいたからこそ。お前たち、患者役が決まったのなら訓練を続けなさい。わかりました。それじゃあ賢者様、彼がどんな怪我をしていたか覚えてる？こういう感じかな。煙というのは、ファウストさんはやけどしていたんですか？それとも別の理由ですか？魂の傷が肉体に現れたんだ。ほら、すごくお腹が痛いと気分がめいるだろう？魂に傷をつけたのは大いなる厄災？おそらくね。俺も自分の目で見たわけじゃないからわからないけれど、大いなる厄災は精霊を刺激できる。もしくは大いなる厄災が精霊に等しい存在なんじゃないかな。大いなる厄災の正体とは何だ？わかりません。西の魔法使いのムルハートが大いなる厄災の専門家ですが、かつてはだろう。西の国の誇る偉人は今や使い物にならない愚者だと聞く。俺はムルを愚者なんて言えないな。自分がものを知らないバカだと名乗るようなものですから。知能は残っているのか？大いなる厄災討伐の手がかりを得ることはできるのかどうか。それは直接ムルに聞いてください。この後会えますよ。治癒魔法とはどのような怪我や病気でも治せるものではないのか？ある意味では正解で、ある意味では不正解です。お城の肖像画を見ればわかると思いますが。誰の肖像画だ？グランベル城にはいくつも絵画が飾られている。初代国王アレク陛下の肖像画です。魔法使いが治療において万能ならば、アレク陛下には右腕があったはず。基本的に治癒魔法とは、人の持つ自己治癒を強化し助けるものです。病状や損傷がひどく、自己治癒で回復が追いつかないときは助けることはできません。これが基本的な魔法使いの治癒魔法です。シュガーの効果なんかも同じですね。人間の治療でいうと、体を温めたり、滋養のいいものを食べさせたり、ぐっすり眠れるようにすること。それの強化版だと思ってもらえれば。考え方としてはそうだね。免疫力や治癒力を後押しして3日で治るところが1日で治る感じ。薬草や病気の知識があれば、さらに効果的な治療をしてあげられる。薬草はミチルが詳しいよね。はい、まだ勉強中ですが、一生懸命覚えてみんなの役に立ちたいです。もっともだね。今話した自己治癒能力の助けの範囲なら比較的誰でもできると思う。でもさっき説明した通り、ひどい損傷や急速に進行する病魔を止められるものじゃないんだ。賢者様が言っているのは、死にかけたシノなんかをパッと治すための救急治療だろ。
その先は専門的な知識と正確な技術がないと難しいな。1日2日じゃ覚えられない。もしくは魔力を直接与えることもできる。でもこれは南の魔法使いは得意だけど、他の国の魔法使いは増えてなんだ。増えてっていうか、下手をしたら死んでしまう。ああ、魔力の強すぎる魔内石を摂取した時と同じだ。オズやミスラの魔力を注がれたら、大抵の人間や魔法使いはショック状態になる。血が近かったり信頼関係が強かったりしないとうまくいかないんだ。ルチルがミチルを助けたのはその方法だよ。無我夢中で何が何だったのかさっぱり覚えてないですけど、私が南の魔法使いだったおかげでミチルを助けることができたならとても良かったです。すごいの兄様。僕もいつか兄様みたいに誰かを助けてみたいです。ミチルはもうたくさんの人を助けてるよ。将来は立派な薬屋さんになるだろうね。でも僕たちは得意なのに、他の国の魔法使いが苦手なことがあるんですね。たくさんあるよ。南の国の魔法使いは人助けやお祈りが得意だからね。詳しく説明しようとすると言葉にするのは難しいんだけど、魔法使いは心を支配されるのが苦手だ。得意な人なんていないと思うけど、支配されそうって予感だけですごく嫌な気分になる。魔力を注がれるっていうのは心に介入されることに等しいんだ。患者さんたちが恐怖を抱いたら薬になるはずのものも毒になる。信頼関係がないとできないことなんだ。南の魔法使いは魔力が弱い。だから受け入れても怖くないものだってなんとなくわかるんだろうね。それになんとなく支配してこない雰囲気があるよね、南の魔法使いは。わかります。そういうところは安心しますね。自己治癒を助ける治癒魔法と魔力を授ける治癒魔法。治療を受けている方はどのような違いがあるのかわかるのですかな。わかると思いますよ。やってみますか、ドラモンド様。私が患者役に？そうです。やってあげて、ルチル。わかりました。しばし待たれよ。クロビン、お前最近腹の調子が悪いと言っていただろう。ずるいですよ、ドラモンド様。俺に押し付けるなんて。静かに。ヴィンセント殿下の御前だぞ。無理にとは言いませんけど、怖いことはないと思いますよ。ちっとも痛くないです。そうですか。はい。でもルチルさん、ものすごい速さでほうきぶっ飛ばすしな。大丈夫ですよ。僕も兄様のおかげで今ここにいられるんですし。そうだとも。ぜひ魔法使いの治療を体験して記録してほしい。わかりました。ではよろしくお願いします。注射じゃないので肌を見せてもらう必要はないですよ。本当は触る必要もないんですけど。ルチルは触ってた方がうまくいくよね。そうですね。じゃあ始めます。健康体でもやっていいものなんですか？今は腹痛はないんですが。大丈夫です。
疲れてる時に元気が出るようにみたいな感じでも使いますから。よかった。それでは行きますね。オルトニクセトマオージェ。なんかこう体が温かくてすっきりします。よく寝た日の朝みたい。元気になりました？元気になってます。ドラモンド様、元気になってますよ。おお、そうか。ヴィンセント様、魔法使いというものはなんともすごいものですな。して今の治癒魔法は自己治癒を助ける方、魔力を授ける方で。自己治癒を助ける方です。魔力を与える方もやってみますね。そーっとやりますけど、変な感じがしたら教えてください。わかりました。オルトニクセトマオージェ。はあ、どうしたかクロビン。なんか入ってくる感じします。入ってくる感じとな。なんかこう生温かくてくすぐったいような。みんなそう言うんですよね。フィガロ先生のはスーッとする感じがしました。レノはしょっぱいって言ってたよ。船についた塩をこそげ落としてる気分になるんですよね。わびしいような、満たされるような。いや、怖いな。無理です。もう無理。痛いですか？痛くないですけど、なんかこう無理な感じです。わかりました。違いわかりました？わかりました。すごくなんか変な感じでしたね。壊れた部分や動かない部分があったら直してもらえそうですけど、自分が自分じゃなくなるような不安な感じもあって。その感覚は間違いじゃないよ。だからよほどのことがない限り使わない方がいい。特に魔力が強くて加減が下手な北の魔法使いは増えてだろう。ルチルとミチルは特に気をつけて。俺からも言っておくけれど、ミスラがやろうとしたら止めて。わかりました。もしもされたら僕たちどうなっちゃうんですか？兄様は僕に魔力を与えすぎて魔力が半分になったって聞いていますけど。ミスラの場合はあいつの魔力が強すぎるから君たちが先に壊れるだろうね。壊れる？そうだよ。だから大怪我をしないよう気をつけて。はい。もう十分だ。参考になった。いやいや、魔法使いの力には驚かされますな。魔法の力は諸刃の剣だ。奇術を見た子供のように感激するな。申し訳ありません。だが治癒魔法などを用いる福祉的な活動なら
取り立ててやれるかもしれないな。私に？なんだ？なっているとは。我が国の歴史を軽んじるような発言は控えていただきたいものだな。雨の町の惨劇のせいだろうな。さようでございましょうな。あれはむごい事件でございました。魔法使いのギルドが消滅して魔法管理省ができたのもおそらくその時期だったかと。たった6人の魔法使いが東の国の雨の町で罪のない市民を惨殺した事件だ。我が国も魔法使いの制圧のために東の国へ軍隊を派遣したが、救援が到着するまでに犯人は逃走。魔法使いたちに殺戮され、雨の町の市民の数は半減した。150年ほど前のことだ。魔法使いによる一方的な無辜の市民への虐殺だ。内政干渉を嫌った東の国の初動が遅かったために死亡者を取り逃した。その結果、大陸中の人々が魔法使いに対する人間の無力さを思い知ることになった。愛する町、愛する家族を奪われても人間は魔法使いに抵抗すらできない。劣等感と疑心は世の中を暗くした。だが、雨の町の惨劇から数十年後、中央の国の指導で各国が協力し、大陸中に名を馳せた極悪な魔法使いを収監する栄誉を成し遂げた。人類と法が無法者の魔法使いに勝利したのだ。一部の魔法使いの協力はあったそうだ。あくまで一部の高尚で献身的な魔法使いが人々の高貴な志に賛同したのだ。あなたもご存知のはずだ。死の盗賊団を率いていた極悪人、ブラッドリー・ベインだ。
賢者様、図書室に到着いたしましたぞ。